兵士がね、数十人くらい駐屯していたという話なんですね。これか。ああ、まだなんかいけそう。なんかすごいとこ来ちゃった気がするんだけど。はい、こんにちは、テリーです。こちらのチャンネルでは千葉の秘境をドローンを使って探検してます。はい、で本題に入る前に、皆さんにお知らせがあります。先週投稿した実は貴重なエリアというサムネで一銭木という泉を紹介したんですけれども、こちらをご覧になった、視聴者様からご連絡があってですね、ブクブクと湧き上がる泉の映像があるということなんですね。でどういうことかというと、僕の、映像をご覧になった方はお分かりかと思うんですが、一銭木の名前の由来になったという1000箇所からボクボク湧き上がるっていう泉はね、もうだいぶ前から見ることができないんです。で百聞は一見にしかずということで、視聴者様から許可をいただいて、13年前の一銭木の動画をアップロードしてあります。一銭木の動画の、コメント欄と、概要欄、あとはね、この動画の概要欄にも限定公開のリンクを貼っておきますので、ご興味ある方は、ぜひご覧ください。はい、ということでね、本題の本日向かっている、場所なんですが、富津市国保ってあたりにある、大坪山、その周辺になるんですけれども、場所的には東京湾観音が、あるあたりになります。東京湾観音自体はもともと平和記念と戦没者の慰霊をね目的として建てられたんですけど、この辺りがね実は今後注目され出すであろう予感がありまして、いつかご紹介したいなと思ってたんですね。でその理由については最後の方で、お伝えしたいと思います。で本題の、今から撮影に向かう場所なんですが、地形的にはね地層がむき出した断崖絶壁の山の下にね海岸が続く千葉ではね有名な屏風ヶ浦にちょっと似てるんですけど、地形的に人が近づきにくい感じでまさにね秘境といった感じなんですよ。そして、以前ご紹介した富津市、武岡の佃見城みたいな、実際に城跡としてねの歴史もあるようなんですね。で確認できた最近のものとしては今から100年ぐらい前の話なんですけれども、今回向かうその山の中にね軍事施設があったようなんですね。でこれは近くの富津岬っていう岬から射撃場ですね、そこから放つ長射程砲といって射程距離50キロぐらいのものらしいんですけれども、その精度を測るための観測所で、兵士がね数十人くらい駐屯していたという話なんですね。であとはね古い地図で見ても当時のね軍事施設跡っていうのがわずかに残ってて、なかなか見応えがあるようなので見に行ってみたいと思います。という感じでね、一体どんな景色を見せてくれるんでしょうか。早速行ってみましょう。はいでね、最初に行く場所なんですけど古い航空写真と地図でね結構目立ってたループ橋になります。でもともと軍用道路だった道を利用して砂をなんかね内陸の方から運ぶための、道路としてね利用してたりとか、あと東京湾観音のための参道ってのかな、そんな風に使われてた時代もあったみたいなんですけど、崖がね崩れたりしてなかなかね長く使い続けることができなかったらしいんですね。さあ、大貫漁港の近くまで来ました。多分ね正面あたりにそびえ立ってる山が、目的の場所だと思うんですよね。ここはトンビが飛んでるな。やっぱ漁港だからトンビが多いですね。でおそらくこの漁港もさっき話した、土砂をね運んで船に積んで、持ってった。これより先行き止まりってなってる。多分ここ入っていくと思うんですよ。右側は私有地につき立ち入り禁止って書いてるな。
あ、こんにちは。すみません、これってここから先向こうって歩いていけます？行けます。向こうまでずっと2キロぐらい、3キロぐらい海岸沿いですけど。あ、そこ一応歩けるんですか？ちょっとね、このぐらいまで水浸かる。そんな浸かるんですね。なるほどなるほど。わかりました。ありがとうございます。なんか膝ぐらいまで浸かるって。うわ、すげえな。多分プロモーションビデオとかなんか見たことある気がするよな、この感じで。向こう側には横須賀とかが見えますよね。なんか流木がいっぱい落ちてる。これ地震あったら怖えな。こんななってるんで。海岸の雰囲気だけでも撮っとくか。あそこにね、1個ね突起があって海中に出てる何らかの遺跡だと思うんですよね。ちょっとあれをね見ていきたいと思います。トンビが気づくかどうか。トンビに気づかれたらもうすぐ退却です。幸いにもトンビには今気づかれてませんね。なんでしょうね、これ。なんだと思いますこれ。トンビに気づかれる可能性ありますけど、ちょっと上の前景の映像を撮ってみましょう。でちょうど正面あたりに見えるのが東京湾岸段ですね。鳥がね多いからね危ないですよね。トンビがちょっと危ないですね。トンビがもうみんな追っかけてる。ちょっと危ないんで引きましょう。トンビがずっと映ってるんですよ。今7羽ぐらいみんなでドローンをかけてきてますね。ほらすげえ。ちょっとトンビ見てみましょうか。どうなってるか。すごっ、めっちゃ見てる。よし、ちょっと戻そう。すんごい群がり方がすごい。すっごい。ほら見えます？もうやばい量が飛んでますよ。こんにちは。すみません、食事ってできますか？それ多分上に登っていくと左側にトンネルが見えてくると思うんです。登り切ったら見えてくると思うんです。そこからぐるーっと。そうですね。そこ別に通行止めとかなってないんですか？その先に行くと入れない。手前まで行けるんですね。わかりました。行ってみます。ありがとうございます。どうもごちそうさまでした。ごちそうさまでした。美味しかったです。これだ。どっから行くんだこれ。よいしょ。うわ、蜘蛛の巣が。これか。すごい、上にちゃんとガードレールもあるわ。イノシシが出るから気をつけてって。確かにちゃんとぐるっとループになってる。途中まで行ったら通行止めの看板みたいなのが出てるらしいんですけど、ちょっと行けるとこまで行ってみよう。でもそんなに幅広くないよね。
片側1車線でもちょっと狭いぐらい。やばいですねこれ。もうこれ以上は行きたくないんで、ドローンでちょっとどんな感じになってるか見させてもらいましょう。トミがもう目ざとく見つけて寄ってきてますね。何羽も寄ってきましたね。終わりにしましょうか。トミがもう視界に入ってます。戻しましょう。ではね、ちょっとループ橋は確認できたので、このループ橋の延長ずっと行くと、東京湾観音の下まで行けるらしいんですけど、ちょっと途中のこの辺り行ってみようかな。こっちだね。完全に地元の人しか通らないような道だからね、これも。さあこの先どうなってんでしょう。やっぱりね、やっぱダートになっちゃうんだよね。これはまたきつめのダートだな。すごいなんか立派な豪邸があるのかな、ここ。もう行けなくねえですか。まだなんか行けそう。なんかすごいとこ来ちゃった気がするんだけど。もうこれ以上行けません。今バイク止めてる場所がそこで、ちょうどここら辺にあれですね、道路っぽい跡が若干残ってますね。ちょっとわかるかな。ちょうどここからね、ずっとまた、崖沿いをね、道が続いている感じですね。あっちに行けばずっと行くと東京湾観音の方に出れると思うんですけれども、ちょっとね危ないと思うのでドローンで見てみましょう。はい、ではね、廃道というか軍用道路跡を見ていきたいと思います。観測所はもう完全になくなってると思うんですけれども、多分この山の上とかから見えたんじゃないかなとは思いますね。でこの先に見えるのが木更津とね川崎を結ぶ東京湾アクアラインですね。千葉県民じゃなくても、ご存知の方も多いと思います。でこのアクアラインの手前に富津岬があるんですけれども、昨年2023年の1月にある方がツイートされて話題になったんですが、それが第2のアクアライン東京湾口道路計画なんですね。計画自体はですね古くから調査が進んでて2014年あたりに一旦白紙になっちゃったんですけど、でまた道路計画が再燃してるっていうそんな状況なんですね。でその道路っていうのが完成すれば、この今手前に見えてる富津岬から横須賀まで大きな橋がかかるので、つまりですねいつかその道路ができる頃には、実際この富津岬をね見渡していたこの辺りがね観光地化するんじゃないかなって読みなんですけど、皆さんはねどう思われますでしょうか。はいという感じでね、まだ空を飛んでる状態ではあるんですけれども、現場からは以上になります。最後までご視聴いただきありがとうございました。で来週はですねちょっとドローンの撮影許可がちょっと難しい場所ではあるんですけれども、ある特殊な環境がね作り出す生き物の宝庫となっている場所を紹介したいと思います。お楽しみに。それではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。